こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマゴールデンブラッド第2話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。マフィアの息子のスカイとそのボディーガードサンのお話第2話ですね。今回はサブカプのピッチさんとバンク君もですね、結構進展していて、本当に全編にわたってずっとときめきのあるドラマですね。前回そのスカイはサンをちょっと騙して、バンク君と一緒に夜のクラブに遊びに来てしまったわけですね。でそこで、トクタンちゃんとジュノちゃん、そして、ピッチ先輩も合流して、一緒に飲んでいたんですが、まあね、輩にねまた因縁をつけられて、結局その喧嘩沙汰になってしまいます。ですが、さすが、サン、ナイスタイミングで、そこに駆けつけて、その輩をやっつけてくれます。そして、そのピッチにね、自分がこの輩たちの相手をしている隙に他のみんなを連れて、帰ってくださいっていう風に言うんですよね。でベロンベロンになっているバンクは俺も残って助太刀するんだとかって言ってるんですけど、結局そのピッチさんに運ばれていきます。で女の子2人は自分たちでねちゃんと帰っていくんですけれど、そのバンクがもう本当にねどうにもならない状態で、自分の家の場所も教えないので、結局そのままピッチさんの家にお持ち帰りされることになってしまいます。でその喧嘩の方はですね、サンがその相手をみんな倒してくれたんですけれど、でもその乱闘の最中に、サンを助けようとしたスカイが自分の手を怪我してしまうんですよね。それでサンがちょっと申し訳なさそうにね、そのスカイの手当てをしてくれます。その時にあなたの血がどれほど大切なものなのか分かっていますか？向こうから手を出されたとしても相手にしないでくださいっていう風にサンはスカイに言うんですね。でこのドラマのタイトルってゴールデンブラッドなんですけど、まあ普通に考えればスカイはマフィアのボスの息子っていうことで、まあね大切な人だからそういう言い方をしているのかなって思ってたんですけど、ちょっとねこの3話の方の予告を見た感じだと、もしかして本当にそのスカイの血、その血液ですね、それがちょっと特殊なものなのかもしれないなっていう気がしています。でそのサンの方も何かしらそのことと関係がありそうな感じみたいですね。まだちょっとこの時点ではよくわからないんですけど、でとにかくそんな風にサンに苦言を呈されたスカイなんですけれど、そこに通りかかった花売りの親子にですね声をかけて、ちょっと酔っ払っている勢いもあってそのバラをですね、カゴごと購入してしまいます。でしかもそれだけじゃなくてね、その花売りの男の子に君の学費の足しにしなよっていう感じですごい気前よくチップもあげちゃうんですね。でそれをなんで今花を買ってるんだろうっていうすごく不審な目で見ていたサンに、これ今まで何回も助けてくれたお礼だって言って花を全部あげるんですよね。でってなって、でもらえませんって言いかけたサンの口を塞いで、スカイはちょっとごめん休むなって言ってそのままねサンの肩にもたれて寝ちゃうんですよね。このね勝手に夜中に抜け出して、しかも酔っ払って喧嘩して怪我をしてで、ちょっと怒られた後にお礼って言って花束を渡してね寝落ちしちゃうとかってね、もう何なのと、ちょっとスカイ可愛すぎない？いやサンの方もねもう何も言えねえって感じですよね。そりゃね、だってもう絶対に怒れないし、なんかもうなんなら一生守ってやろうって思っちゃうよね。そうだよね。
でそのバラとかね、もう絶対これは捨てられない、ドライフラワーにして一生部屋に飾るんじゃないかっていう気がしますよね。で、一方ね、その仕方なくそのバンクのことを自分の家に、連れて帰ってきたピッチ先輩ですけど、そのバンクはもうずっとね、得点可愛いよってそれしか言えなくなってしまっているんですけど、そんなねこの子をですね、服を脱がしてあげたり、トイレに連れて行ってあげたり、本当にそのピッチ先輩は根気よくお世話をしてくれます。いや本当ピッチ先輩もね、サンに負けず優しすぎるなって思うんですよ。もうね、お兄ちゃんを通り越してお父さんみたいになってるんですけど、で結局その酔っ払ってバスタブで寝落ちしてしまったバンク君を見て、なんかね、やれやれっていう感じなんだけど、でもなんかちょっと可愛いなって思ってしまっている。で、あれ俺何を考えてるんだろうっていうね、気づきまで得てしまったわけですよ、ピッチ。もうね、ピッチさんの波乱の幕開けって感じがしましたね。で翌朝、スカイもですね、案の定二日酔いになって起きてくるんですが、サンは分かっていましたと言わんばかりに、何ですか、果物のフレッシュジュースみたいなのを出してくれて、で温かいスープ、そして、二日酔いの薬、そういうのを全部用意して、スカイのためにあれこれやってくれます。もう本当にね、できる男だよサンっていうか、本当できる男しかいないんですかね、ここは。でそれを当然のように享受するスカイなんですけれど、ふとね、サンがちょっと手持ち無沙汰になった時にルービックキューブを取り出していじっていることに気がつきます。それで、自分もやってみるんですけど全然できなくて、それをサンに返してね、サンがあっという間に綺麗に揃えたのを見てですね、お前どうしてそんなにうまいんだっていうふうに聞くんですよ。でそうするとサンは自分は子供の頃に友達が全然いなくて、このルービックキューブだけが唯一の遊び相手だったっていうふうに言うんですよね。でそうするとスカイは、でも今は俺がいるだろ、ほら座って一緒に朝ごはん食べるぞって言うんですよね。いやーほんとね、こういうところがね、もうほんとひどいですよね。サンがね、またこれでやられちゃうんだよ。いやもう絶対やられてるんですけど、でさらにね、そのスカイがサンに向かってご飯美味しいかっていう風に聞くと、はいって言うわけですよ。でそれはお前が作ったんだからうまいよなっていう感じで、スカイが言うと、ちょっとねサンの方も気になるじゃないですか。坊ちゃんの口には合ってますかっていう風に聞くと、まあまあだなって言うんですよ。いやもうね、何なんだろう、このツンデレ加減。計算してるのかな、素なのかな、もう本当確認したいですよね。だってもうこの時のね、サンの心中をお察しするとね、本当大変ですよ。もうどんな気持ちになればいいんだろうみたいな。いやー本当に怖いスカイ。でそのサンのね、献身的なねお世話のおかげで二日酔いもすっかり良くなって、いつも通り大学に行くんですけど、いつもいる警備員さんにわざわざね差し入れをしてしまうスカイ。そうやってねどんどん人を垂らし込んでいくんだろうなっていう気がするんですが、特典ちゃんとジュノちゃんと合流してからはやっぱりね、昨日のサンの活躍ですよ。あれ本当にすごかったよねっていう話になります。もうジュノちゃんは本当サンのね、強いところ優しいところにもうメロメロなわけです。でそうするとね、ピッチとバンクが向こうの方から一緒にやってくるわけです。昨日の夜からね、だいぶこちらも先輩のお世話になっているバンク君なんですけど、なんと先輩の制服を借りてそのまま一緒に大学に来ているみたいです。でもうギャーギャー言い合っているその姿がですね、もうめっちゃ仲良くなってんじゃんみたいなね。でみんなもなんかね、あれみたいな感じになりますよね。
でピッチ先輩の方はですね、相変わらずその得点ちゃんとジュノちゃんを見ると、その彼女たちへのフォローも忘れないので、その彼にとってはそれが通常運転なんだなっていう気もするんですけど、っていうかね、そのやっぱりそのピーピッチ普通にめっちゃ優しいイケメンですよね。なんでその得点ちゃんとジュノちゃんが彼のことを嫌がっているのかがよくわからないんですがね、だって普通にめっちゃかっこいいじゃないですか。ちょっとこうね、グイグイ来るね、ちょっとしつこいだけですよね。でも残念ながらね、もうすでにピッチ先輩の心はですね、バンク君の方にこう動き始めていると思います。そしてその大学のね、デッサンの授業かな、そこでこうみんなね絵を描いてるわけですが、またサンの苦手なものが一つ明らかになってしまいましたね。彼はやっぱ絵も苦手なようです。というかね、その芸術全般が多分ダメなんでしょうね。何せこの大学、この学部にはスカイのお父さんのね闇のパワーによって入学しているので、そこはしょうがないかなっていう感じなんですが、サンがねそうやって一生懸命やっていると、そのスカイの方は先に終わってしまったみたいで、筆を洗いにトイレに行ってしまいます。でもちろんそのサンは、ボディーガードとしてね追いかけていかなきゃってなるんですが、そのみんなに引き止められてしまって、あまり不自然になってもいけないっていうことで、結局スカイを一人で行かせてしまうんですね。ですが当然その隙をついて警備員の変装した、敵にスカイが襲われてしまいます。間一髪ね、そこにサンが駆けつけてスカイは助かるんですが、その敵を取り逃がしてしまった上、サンがちょっとね怪我をしてしまって、救急で手当てを受けることになってしまいます。スカイの方もですね、襲ってきた相手が自分の本名を知っていて、でさらにねお金目的でもなかったっていうことから、どうやら本当に自分の命が狙われているみたいだぞっていうことに気がつきます。で家に帰ってからね、スカイはこうまた怒りながらお父さんに電話をするんですが、結局その誰がどういう理由で自分のことを狙っているのかはお父さんから教えてもらえません。それはこっちで何とかするから大丈夫だと、今後はもっと気をつけなさいっていうふうに言われて、電話を切られてしまいます。誰もね俺に本当のことを言ってくれないんだっていうふうにこうイライラしてスカイはまたサンを呼びつけるんですけど、そのサンの方はですね怪我のせいで、熱を出してしまって部屋で寝込んでいました。で、気がついたサンはですね起き上がってすぐにその夕食の準備をしようとするんですが、弱っているサンを見てスカイの方が、今日は俺がやるからお前は休んでろっていう風に命令するんですよね。さらにその前にね、夕食の前にその汗だくのサンの体を拭いてくれたりしてですね、もうそういうとこやぞって感じなんですが、それですごく動揺しているサンに対して恥ずかしいのかと、俺は全然恥ずかしくないから続けるぞって言ってね、もうなんかねちょっとこう何なんでしょうね、こう天性のなんか性格だと思うんですけど、こう人よりも優位に立っている状態が多分楽しいんでしょうね、スカイは。それでこう得意げに看病しているその様子がですね、もうめっちゃ可愛いということに本人だけが気づいていない、そういうパターンです。もう本当にねサンは大変ですね。こういろんな気持ちが渦巻いてると思う。で、スカイはその後ね夕食も頑張って作るんですが、心配しすぎて、寝ていられなかったサンが結局横でこう全部見ていてくれるわけですよ。で俺にだってチャーハンぐらい作れるんだよって言って、その全然慣れていない手つきでね、頑張って作ってくれるんですがスカイ、でもどう見ても、ダメだなっていうのがですね、分かってはいるんですけど、でも本人がすごい頑張ってるからサンも止められないし怒れるわけがないじゃないですか。
まるでこう初めてのお手伝いを見守っている気分ですよね。でその出来上がったチャーハンはやっぱりちょっといまいちな味だったわけですけど、デリバリーでも取ろうかってスカイに聞かれたサンは、坊ちゃんが取りたいならどうぞ、でも自分はこれをいただきますって言って食べてくれるんですよね。いやもうね、我が子の初めての料理を食べる親のようですよ。いやもう優しいとかじゃないですよね。こう食べないわけにはいかないよねみたいな、ていうかもう何でも食べる、何でも美味しいみたいな感じだと思うんですけど、で本人のねスカイも食べてみて、やっぱこれはダメだって思ったんでしょうけど、なぜかこれは食べてる環境が良くないなって言って謎のそういう理論でですね、そのお部屋なんですかね、サンルームみたいなところで食べてましたけど、そこをすごい素敵におしゃれにライトアップして、ほらこれで味もマシになっただろって言うんですよね。いやもうそれはもうデートだよ、それデートだよスカイ、誰か突っ込んであげてって感じなんですけど、いやしかもねそれでサンに自分のスプーンで食べさせてあげるじゃないですか。いやそれデートだよ。さらにね、もうたくさん食べて薬を飲んで休めっていう風に言っちゃうんだから、もうナチュラルボーンツンデレなのかなスカイは。いやもうね、この夕食のくだりだけでサンも私たちもお腹いっぱいじゃないですか。だけどね、やっと一人になってね落ち着けると思ったら、そこに今度は背中にも軟膏を塗ってやるよって言ってスカイが押しかけてきちゃうんですよね。いいから座って服を脱げってね命令をされて、サンはなすすべもありません。それで、ちょっとね軟膏を塗られて痛がって申し訳なさそうにしていると、またねスカイがお前24時間ずっとタフで居続ける必要なんかないんだからなって言ってくるわけですよ。もうねこれはね殺しに来てますよね。やばすぎるスカイ、天然なんだもんなこれ。そんなこんなでね大変なことになってますよ、サンの心の中は。で次回はどうやらそのスカイの方も、自分が狙われてるってことが分かったので、自分の方でもねなんとか身を守らなきゃいけないってことで、どうやらちょっと鍛えたりするみたいじゃないですか。サンと特訓なんかしちゃうんじゃないですか。もう本当になんか絵に描いたツンデレだし、根はすごいいい子っていうかね、もうそんなレベルじゃないですよね。もう天使かなって思ってしまうんですけど、いやもうどうなってしまうの。いやとしか言えないんですけど、もう本当にね見どころしかない2話でした。もうどうしよう、3話も大変だと思うんですけど、そんな感じで、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また第3話のレビューをしたいと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。